ソ連は本当に北海道を占領できたのでしょうか。1945年8月、広島に原子爆弾が投下され、続いて長崎にも2発目の原爆が落とされました。その一方、満州ではソ連軍が国境を越え、関東軍を短期間で崩壊へ追い込んでいました。この時のソ連軍は圧倒的でした。戦車部隊は広大な大地を進み、複数の正面から日本軍の防衛線を突破していきます。その勢いだけを見れば、次に北海道へ進出しても不思議ではありません。ところが、ソ連軍は北海道へ上陸しませんでした。なぜでしょうか。日本が先に降伏したから、アメリカが反対したから、シュムシュ島で日本軍が抵抗したから。確かにどれも無関係ではありません。しかし、それだけでは本質が見えてきません。実は、ソ連の北海道侵攻計画は、単なる噂や戦後の仮想戦記ではありませんでした。1945年8月16日、スターリンはトルーマンに対し、北海道北部をソ連軍の受攻区域に加えるよう要求しています。その境界として示されたのが、北海道西岸の留萌と東岸の釧路を結ぶ線でした。さらに2日後、ソ連軍参謀総長アレクサンドル・ワシレフスキーは、北海道北部と南千島の占領に向けて、87狙撃軍団の部隊を輸送するよう命令しています。つまり、北海道分断は、スターリンの頭の中だけにあった構想ではありません。政治要求となり、参謀本部の作戦命令にまで進んでいました。それでも、計画は実行されませんでした。この謎を解くには、戦場での強さだけを見ていてはいけません。見るべきなのは、戦場の背後にあるもう一つの戦争です。兵を何人運べるのか、大砲や弾薬をどれだけ乗せられるのか、上陸後も補給を続けられるのか、港は重装備を受け入れられるのか、そしてその海域を支配していたのは誰だったのか。この動画では、北海道侵攻計画を勇気や精神力ではなく、潜伏、公安、情報、組織、そして米ソ双方の利害から検証します。地図の上では、北海道を一本の線で分けることができました。しかし地図に引かれた線は、自分では海を渡りません。その線を現実にするには、兵士を運ぶ船と戦争を続ける時間が必要でした。満州で圧勝したソ連がなぜ北海道では止まったのか。その答えはソ連軍が弱かったからではありません。陸上での強さを海の向こう側へ運ぶ仕組みが足りなかったからです。1945年8月16日、日本がポツダム宣言の受諾を連合国側に通告した直後、スターリンはトルーマンに一つの要求を送りました。北海道の北半分をソ連軍の受攻区域に加えること。その境界として示されたのが、留萌から釧路へ至る線でした。北海道西岸の留萌、そして東岸の釧路。この2つの都市を結び、その北側をソ連側の区域にする。それがスターリンの要求でした。スターリンは北海道のうち、留萌から釧路に至る線の北側を、ソ連軍が日本軍の降伏を受け入れる区域に加えるよう求めた。ここで重要なのは、受攻区域という言葉です。これは、ただ日本軍の武装解除を担当するという意味にとどまりません。占領軍が駐留し、行政と治安に強い影響を持つ可能性を意味します。もしこの要求が認められていれば、日本列島の中にアメリカ軍が管理する地域とソ連軍が管理する地域が生まれていたかもしれません。ドイツでは連合国による分割占領が東西ドイツの成立へつながりました。朝鮮半島では北緯38度線を境に米ソが日本軍の降伏を受け入れ、やがて
2つの国家が生まれます。北海道でも同じ構造が作られていれば、留萌と釧路を結ぶ線は単なる軍事上の境界では終わらなかった可能性があります。その線は冷戦を日本列島の内部へ持ち込む境界になったかもしれないのです。ただしこの時点ではまだスターリンの政治要求に過ぎません。国家指導者が要求を出すことと軍が実際に動けることは別です。ところが2日後に状況が変わります。1945年8月18日、ソ連軍参謀総長アレクサンドル・ワシレフスキーは極東方面の部隊に対して命令を出しました。8月19日から9月1日までに北海道北半部と南千島を占領するため、87狙撃軍団の部隊を輸送する。ここで北海道侵攻は政治上の要求から具体的な軍事準備へ変わりました。スターリンは北海道北部を求めました。ワシレフスキーはそのために部隊を動かそうとしました。では命令を受けた現場は実際にそれを実行できたのでしょうか。この計画には3つの層がありました。1つ目はスターリンの政治要求です。ソ連が戦後の日本に影響力を持つため北海道北部を確保したい。2つ目はワシレフスキーの作戦命令です。87狙撃軍団を輸送し、北海道北部と南千島を占領する。そして3つ目がユマシェフ率いるソ連太平洋艦隊の輸送能力です。政治は北海道を求めました。参謀本部は部隊を動かすよう命じました。しかし艦隊にはその要求と命令を現実に変えるだけの船があったのでしょうか。この3つを分けて考えたとき、北海道侵攻計画の本当の姿が見えてきます。問題はスターリンに意思があったかどうかではありません。命令を海の向こうへ運ぶ能力があったかどうかです。ここから先は野心ではなく数字の問題になります。上陸作戦というと多くの人は兵士が船から飛び出し敵の銃火を浴びながら海岸へ突入する場面を思い浮かべます。確かに最初の上陸は危険です。しかしそれだけでは上陸作戦の本質は見えてきません。兵士が浜辺に到達した瞬間は作戦の成功ではなく、むしろ最も危険な時間の始まりです。上陸した兵士には大砲が必要です。弾薬が必要です。食料、燃料、無線機、工兵資材、医療品、車両が必要です。負傷者が出れば後方へ運ばなければなりません。反撃を受ければ増援を送り込まなければなりません。つまり上陸作戦は一度の輸送では成立しません。第1波を上陸させた後に第2波、第3波を送り続ける必要があります。ここで見るべきなのがアメリカからソ連へ艦艇を供与したプロジェクトフラです。アメリカはソ連の対日参戦を支援するためアラスカでソ連兵を訓練し、掃海艇、護衛艦艇、上陸用舟艇などを引き渡していました。ソ連に渡された艦艇は決して少なくありません。しかし、ここで見落としてはいけないことがあります。多くは掃海、護衛、対戦警戒などを担う艦艇でした。師団規模の重装備部隊を一度に海の向こうへ運ぶための大規模揚陸艦隊ではありません。北海道上陸の主力になり得たのは LCI と呼ばれる大型歩兵揚陸艇でした。ソ連が受領した LCI は30隻。1隻あたり約188名の兵士を運ぶ能力がありました。30隻すべてを北海道方面に投入したとして、理論上の輸送人数は約5640名です。
5640名。一見するとかなりの兵力に思えます。しかし、ワシレフスキーが北海道へ輸送しようとしていたのは、少なくとも2個狙撃師団規模の部隊でした。1個師団を9000人から1万1000人程度と見積もれば、2個師団で1万8000人から2万2000人になります。つまり、LCI-30 隻をすべて使っても、一度に運べるのは必要兵力の一部に過ぎません。しかも、これは兵士だけを満載した場合の理論値です。戦闘に必要な火砲、車両、燃料、弾薬を乗せれば、運べる兵士は減ります。貨物船として使用した場合、LCI1 隻の積載量は約75トン。30隻すべてを貨物輸送に使っても約2250トンです。しかし、兵員輸送と貨物輸送を同時に最大化することはできません。兵士を多く乗せれば、弾薬や車両を減らさなければなりません。重装備を増やせば、最初に上陸できる兵士が減ります。これは、作戦思想では解決できない物理的な制約です。さらに、30隻すべてを北海道へ集中できたとは限りません。ソ連軍は同じ時期に、南樺太、千島列島、シュムシュ島方面でも作戦を進めていました。それぞれの作戦で、輸送船、護衛艦、掃海艇、燃料、乗員が必要になります。北海道侵攻だけを切り離し、利用可能な艦艇をすべて投入することは現実的ではありません。ここにソ連軍内部のジレンマがありました。スターリンは戦争が終わる前に政治的な成果を広げようとしていました。参謀本部は南樺太、千島、北海道という複数の目標を短期間で達成するよう求められました。しかし、太平洋艦隊の輸送資産はそのすべてを同時に支えられる規模ではありませんでした。これは誰か一人が無能だったという話ではありません。政治が求めた速度と現場の輸送能力が一致していなかったのです。北海道侵攻計画は最初から一つの矛盾を抱えていました。早く上陸しなければアメリカ軍の占領が始まってしまう。しかし、十分に準備してからでなければ師団規模の上陸を維持できない。急げば戦力が不足します。戦力を整えようとすれば時間を失います。北海道侵攻計画にとって最大の敵は日本軍だけではありませんでした。準備に必要な時間そのものが敵になっていたのです。そしてその輸送能力の限界は北海道より先に別の小さな島で露呈することになります。北海道侵攻の可能性を考える上で避けて通れない戦闘があります。シュムシュ島の戦いです。シュムシュ島は千島列島の北端にある小さな島です。1945年8月18日、日本がポツダム宣言受諾を通告し、玉音放送も終わった後、ソ連軍はシュムシュ島へ上陸しました。この戦いはしばしば終戦後も戦った日本軍の抵抗として語られます。確かに日本軍の抵抗は激しいものでした。しかしそれだけではこの戦闘が北海道侵攻計画に与えた意味を見落としてしまいます。シュムシュ島はソ連軍が実際にどこまで上陸作戦を遂行できるかを示す実戦での試験になったのです。ソ連軍は約8800名を64隻の船団で送り込みました。北海道侵攻で想定される規模と比べれば小規模な作戦です。それでも上陸作戦は混乱しました。まず、海峡の強い潮流です。小型艦艇は位置を保ちにくく、計画通りの場所と時間に部隊を送り込むことが難しくなりました。次に沿岸放火です。
日本軍の砲撃は接近する船団と上陸部隊に損害を与えました。さらに通信の問題がありました。上陸部隊、艦艇、火力支援部隊の連絡が十分に機能せず、必要な場所へ適切な支援を届けることができませんでした。つまり、ソ連軍は兵士の数だけで苦戦したのではありません。船を正しい場所へ動かす能力、上陸部隊と海上部隊をつなぐ通信、沿岸放火を抑える火力支援、負傷者と物資を運ぶ輸送、上陸作戦を一つのシステムとして動かす能力に問題を抱えていたのです。結果としてソ連軍は1567名の損害を出し、そのうち516名が戦死したとされています。8800名を投入した作戦としては決して小さな損害ではありません。ここで重要なのは、シュムシュ島を北海道と同じ戦場だと考えることではありません。地形も守備兵力も異なります。しかし、シュムシュ島で露呈した問題は、北海道へ行けば消えるのでしょうか。むしろ逆です。北海道では上陸後に移動しなければならない距離が長くなります。確保すべき港、道路、鉄道、橋が増えます。補給線も長くなります。上陸地点だけを抑えても、留萌から釧路までの広大な地域を占領できるわけではありません。シュムシュ島では8800名を64隻で運んでも、潮流、通信、元砲、支援の問題が発生しました。北海道ではさらに多くの兵士と物資をより長い距離にわたって送り続ける必要があります。浜辺に兵士が到達することと地域を占領することは違います。橋頭保を作ることと北海道を分断することも違います。最初の上陸に成功しても第2波が来なければ上陸部隊は孤立します。火砲が上がらなければ日本軍の反撃を止められません。港が使えなければ物資は浜辺に積み上げられます。道路を確保できなければ燃料と弾薬は前線まで届きません。シュムシュ島で見えたのはソ連軍の勇気不足ではありません。上陸戦を支える組織的な仕組みの弱さでした。そしてその弱さを抱えたままソ連軍が次に目指していた場所が北海道西岸の留萌だったのです。北海道への上陸を考えるなら南樺太に近い稚内の方が自然に見えます。樺太と北海道を結ぶ航路があり、戦前から交通の拠点として発展していたからです。それにもかかわらずスターリンが示した境界線の西側の起点は留萌でした。なぜ留萌だったのでしょうか。ここで重要なのは留萌が最適な上陸地点だったかどうかではありません。留萌がスターリンの求める占領区域を地図上で表現するために都合の良い場所だったことです。留萌と釧路を結べば北海道の北部を大きく切り取る線になります。つまり留萌は純粋な軍事目標である前に政治的な境界線の起点でした。しかし政治的に都合の良い場所が兵站上も使いやすいとは限りません。南樺太から部隊を集める、船へ積み込む、日本海を横断する、留萌周辺に上陸する、港を確保する、さらに内陸へ進み釧路方向へ向かう道路と鉄道を抑える。この一連の作業をアメリカ側が本格的に動く前に完了する必要がありました。しかも1945年当時の留萌港は現代の大規模港湾とは異なります。地方港として一定の機能はありましたが、重装備を伴う複数師団を短時間で受け入れられる巨大な港ではありません。大型輸送船が接岸できなければ沖合から小型艇へ物資を積み替える必要があります。積み替えには時間がかかります。ナビが高ければ作業は遅れます。荷役設備が不足すれば
火砲や車両を上げる作業はさらに難しくなります。仮に港が使用できなければ、海岸へ直接揚陸するしかありません。しかし、浜辺へ下ろされた物資は、それだけでは前線へ届きません。トラックが必要です。道路が必要です。燃料が必要です。荷物を整理し、各部隊へ配分する人員と指揮系統も必要です。ここで、上陸作戦が単なる船の問題ではないことがわかります。港は海上輸送と陸上輸送をつなぐ接続点です。この接続点が詰まれば、どれだけ船が到着しても物資は前へ流れません。さらに北海道北部は距離の問題も抱えています。留萌に上陸した部隊が港の周辺だけを確保しても、北海道北部を占領したことにはなりません。札幌方面からの日本軍の反撃に備えながら、稚内、旭川、北見、釧路方面へ部隊を広げる必要があります。占領する面積が広がるほど兵力は分散します。警備する道路と鉄道が増えます。守るべき補給所も増えます。スターリンの要求した線は地図の上では1本でした。しかし、その線を軍事的に維持するには多数の部隊と大量の物資が必要でした。政治目標としての留萌は魅力的でした。一方で、兵站拠点としての留萌は脆弱でした。ここに北海道振興計画の根本的なズレがあります。政治が選んだ境界線と軍が必要とする補給線が一致していなかったのです。しかも、上陸したソ連軍を待っていたのは無人の土地ではありませんでした。終戦時の日本軍は、すでに戦力を大きく失っていました。制空権はありません。制海権も失っています。燃料も弾薬も不足し、多くの部隊は本土決戦に備えながら十分な装備を持っていませんでした。この状況だけを見ると、北海道へ上陸したソ連軍を止めることはできなかったように思えます。しかしここでも、日本軍は弱体化していたという説明だけでは不十分です。北海道は完全な空白地帯ではありませんでした。札幌には第五方面軍の司令部が置かれていました。第五方面軍は北海道、樺太、千島方面の防衛を担当していました。稚内方面には第42師団、北海道東部には第7師団が配置されていました。もちろんこれらの部隊が完全な状態だったわけではありません。装備、機動力、航空支援、燃料の面で深刻な問題を抱えていました。それでも、ソ連軍の第一波が5000名程度にとどまるなら、局地的な反撃能力は無視できません。上陸直後の部隊は最も脆弱です。兵士は浜辺に集まり、部隊編成が崩れています。火砲や車両がまだ上がっていない場合もあります。弾薬や食料は輸送船や海岸に分散しています。通信機材が正常に機能しなければ、どこで何が起きているのかもわかりません。そこへ既存の道路網を使った日本軍の反撃が行われれば、共闘補は危機に陥ります。ここで重要なのは、日本軍がソ連軍を北海道から完全に追い出せたかどうかではありません。ソ連軍の計画を遅らせることができたかどうかです。北海道侵攻計画には時間的余裕がありませんでした。アメリカ軍の占領が始まる前に、留萌周辺へ上陸し、占領地域を既成事実にする必要があります。日本軍の抵抗によって、作戦が数日遅れるだけでも政治的な意味は変わります。港の確保に時間がかかる。道路の安全確認に時間がかかる。日本軍の部隊を武装解除するために兵力を割く。その間にアメリカ側の占領部隊と艦隊が行動を開始します。つまり
日本軍の存在はソ連軍を撃破する戦力としてだけでなく、作戦時間を奪う存在として重要でした。シュムシュ島でもソ連軍は日本軍の抵抗と上陸作戦の混乱によって大きな損害と時間を失いました。北海道で同じような遅延が発生すれば、上陸成功そのものが政治的な成功につながらない可能性があります。この作戦では敵を倒すだけでは足りません。アメリカより先に占領を完成させなければならなかったからです。そしてそのアメリカはスターリンの要求を黙って見ていたわけではありませんでした。1945年8月の時点で、アメリカとソ連は形式上同じ連合国でした。ナチスドイツを倒し、日本を降伏へ追い込むという目的では協力していました。しかし、その協力関係は戦争の終結とともに急速に変わり始めます。共通の敵が消えれば、次に問題になるのは、戦後世界を誰がどのように管理するかです。スターリンが北海道北部の自攻区域を求めたのは、この戦後秩序をめぐる交渉の一部でした。ソ連は満州、樺太、千島だけでなく、日本本土にも影響力を持とうとしていました。一方、アメリカ側のジェネラルオーダーナンバー1の枠組みでは、日本本土の日本軍はアメリカ側の司令官に降伏することになっていました。満州、北緯38度以北の朝鮮、樺太、千島列島、これらはソ連側の自攻区域に含まれます。しかし、北海道は含まれていません。スターリンの要求は、すでに作られていた占領の枠組みを変更し、日本本土の一部へソ連軍を入れる要求でした。トルーマンはこの要求を拒否します。千島列島については、ソ連側が日本軍の降伏を受けることを認めます。しかし、北海道を含む日本本土はアメリカ側へ降伏する。この一線を譲りませんでした。この拒否によって北海道侵攻の意味は大きく変わります。もしアメリカが北海道北部をソ連の受攻区域として認めていれば、ソ連軍の上陸は連合国間で合意された占領作戦として実行できた可能性があります。しかし、トルーマンが拒否した後にソ連軍が北海道へ向かえば、それは単なる対日作戦ではありません。アメリカの占領方針に反する軍事行動になります。最悪の場合、昨日までの同盟国同士が日本近海で衝突する可能性さえありました。もちろん、スターリンがアメリカとの全面衝突を望んでいたわけではありません。ソ連はヨーロッパでの戦争を終えた直後であり、極東でも満州、南樺太、千島の作戦を同時に進めています。北海道は重要でしたが、アメリカとの戦争を始めてまで確保すべき目標だったかは別です。ここでスターリンが直面したのは単純な軍事判断ではありません。北海道へ進めば戦後の交渉力を高められるかもしれない。しかし、アメリカとの衝突を招けば、すでに得た満州や樺太、千島での成果まで危険にさらすかもしれない。しかも、北海道へ送る第一波は小さく、補給も不安定です。政治的な利益は大きい。しかし、失敗した場合の損失も大きい。トルーマンの拒否は、ソ連軍を物理的に止めたわけではありません。しかし、北海道侵攻のリスクを大きく引き上げました。そして、その外交上の警告の背後には、実際に海を支配する軍事力が存在していました。北海道侵攻計画の前に立ちはだかったのは、外交上の拒否だけではありませんでした。1945年8月、アメリカ第三艦隊は日本近海に展開していました。そこには、
TF38 高速空母任務部隊がいました。さらに、イギリス太平洋艦隊の部隊も行動していました。空母、戦艦、巡洋艦、駆逐艦。日本近海には当時世界最大級の海空戦力が集結していました。ここで注意しなければならないのは、第三艦隊が北海道防衛のために配置されていたと単純化しないことです。第三艦隊の主な任務は、日本の降伏を受け、占領を安全に進めることでした。しかし、その戦力は、必要であれば引き続き航空攻撃や上陸支援を行える体制を保っていました。つまり、アメリカ側には、日本近海で何らかの軍事的混乱が起きた場合に介入する能力がありました。一方、ソ連の北海道上陸船団は戦闘艦隊ではありません。LCI や輸送船は兵士と物資を運ぶための船です。護衛艦艇をつけたとしても、アメリカの空母任務部隊と正面から戦える規模ではありません。制空権のない海を低速の輸送船団が進む。発見されれば上陸前に攻撃を受ける可能性があります。港へ到着した後も補給航路を守り続けなければなりません。もちろんアメリカ軍が実際にソ連船団を攻撃したかは分かりません。トルーマンがソ連との直接戦闘を避け、外交交渉を続けた可能性もあります。軍事能力があることと、発砲する政治的意思があることは同じではありません。しかし、抑止とは、必ずしも実際に撃つことではありません。相手に強行した場合の損失を計算させることです。ソ連側から見れば、状況は明確でした。トルーマンは、北海道への進出を認めていない。第三艦隊は日本近海にいる。イギリス艦隊も行動している。自軍の上陸船団は小さく、航空援護も十分ではない。北海道へ向かえば、アメリカと政治的に衝突するだけでなく、軍事的にも極めて不利な状況に置かれます。ここに北海道侵攻を阻んだ二重の壁がありました。政治的にはトルーマンが拒否しました。軍事的には第三艦隊が封鎖攻撃できる能力を持っていました。ただし、この説明だけでもまだ一つの疑問が残ります。日本の降伏がもう少し遅れ、ソ連側に準備時間があったなら、結果は変わっていたのでしょうか。ソ連の北海道侵攻を考えるとき、最も興味深いのが、歴史の if です。もし日本の降伏があと数日遅れていたら、もし原爆投下がなかった、あるいは降伏決定がさらに先延ばしになっていたら、ソ連軍は北海道へ上陸できたのでしょうか。この問いには上陸と占領を分けて答える必要があります。まず留萌周辺へ数千人規模の第一波を送り込み、一時的な共闘補を作ること。これは完全に不可能だったとは言い切れません。ソ連には LCI があり、輸送船もありました。奇襲的に第一波を送り込めば、留萌周辺の一部を一時的に確保できた可能性はあります。しかし、それは北海道の分断ではありません。北海道北部を安定的に占領し、留萌から釧路までの線を政治的な境界として固定する。これははるかに難しい作戦です。第1波を上陸させた後、第2波を送る必要があります。火砲、車両、弾薬、燃料を下ろさなければなりません。港を修復し、二液作業を続けなければなりません。道路と鉄道を確保し、日本軍の反撃に備える必要があります。占領した都市には警備兵力も必要です。そしてそのすべてをアメリカ側の反応を見ながら進めなければなりません。降伏が数日遅れただけなら、
ソ連軍が十分な準備を整える時間は限られます。南樺太の主要港も完全に安定していません。千島方面でも作戦が続いています。艦艇と部隊は分散しています。仮に2週間から3週間の追加時間があれば、第一波の兵力と物資を増やすことはできたかもしれません。しかし、その間にアメリカ側も動きます。第3艦隊は日本近海にいます。占領部隊の展開も進みます。時間が増えることはソ連だけに有利に働くわけではありません。ここにこの半日仮想の難しさがあります。ソ連に準備時間が必要だった。しかし、準備に時間をかければ、アメリカ側が日本本土の占領を進めてしまう。急げば小規模な上陸しかできない。待てば政治的な機会を失う。つまり、北海道侵攻計画は最初から時間との競争でした。この問題を理解する上でもう一つ重要な点があります。ソ連軍は満州では圧倒的な強さを見せました。しかし、満州作戦と北海道侵攻は必要とされる能力が異なります。満州では陸上部隊が戦車、砲兵、鉄道、道路を使って前進しました。北海道へ行くには海を越えなければなりません。海を越えるには揚陸艦艇が必要です。制空権と制海権が必要です。港湾を短時間で運用する能力が必要です。つまり、陸上で強い軍隊がそのまま上陸作戦でも強いとは限りません。満州での勝利はソ連軍の作戦能力を示しました。同時に、その成功が北海道でも再現できるという保証にはなりませんでした。むしろ、北海道侵攻はソ連軍が最も得意とする陸上機動戦から最も準備不足だった海上輸送船へ移る作戦だったのです。北海道が分断されなかった理由として、シュムシュ島での日本軍の抵抗が語られることがあります。シュムシュ島でソ連軍の進撃を遅らせたため、北海道侵攻が間に合わなくなった。この説明には一定の説得力があります。シュムシュ島の戦闘はソ連軍に損害を与えました。艦艇や部隊を拘束し、上陸作戦の難しさを示しました。ソ連側の限られた輸送資産が千島方面で使用されたことも北海道作戦に影響した可能性があります。しかし、シュムシュ島の戦いだけが北海道を救ったと結論付けると、別の重要な要素を見落とします。仮にシュムシュ島で日本軍が抵抗しなかったとしても、北海道侵攻には依然として多くの問題が残ります。LCI-30 隻では2個師団を一度に運べません。重装備と補給物資を同時に運ぶことも困難です。留萌港には二役能力の制約があります。北海道には日本軍部隊が存在します。トルーマンは北海道への進出を拒否しています。第3艦隊とイギリス艦隊は日本近海にいます。つまり、シュムシュ島は重要な要因でしたが、唯一の原因ではありません。同じように、原爆が北海道分断を防いだという説明も、それだけでは不十分です。原爆投下が日本の降伏決定に与えた影響は大きなものでした。降伏が早まったことで、ソ連軍が北海道侵攻の準備を進める時間が失われたのも事実です。しかし、仮に降伏が遅れていたとしても、ソ連の上陸・補給能力が突然増えるわけではありません。トルーマンの方針も変わりません。第3艦隊も消えません。また、スターリンが諦めたという説明も理由を説明していません。なぜ諦めたのか。政治的な利益よりアメリカとの衝突リスクが大きくなったからです。作戦命令に対して現場の輸送力が不足していたからです。南樺太、千島、北海道という複数の目標へ
戦力を振り分ける必要があったからです。つまり、北海道分断をやめたのは一つの英雄的な出来事ではありません。シュムシュ島での抵抗、日本の降伏決定、トルーマンの拒否、第三艦隊の存在、ソ連太平洋艦隊の輸送力不足、留萌港の能力、北海道側の守備、それぞれが重なり、計画の実現可能性を下げていきました。歴史はしばしば一人の英雄や一つの決断で説明されます。しかし実際には多数の制約が同時に働き、一つの結果を生み出します。北海道が分断されなかった理由も、まさにそのような構造の中にありました。北海道振興計画を振り返ると、一つの奇妙な構図が見えてきます。スターリンには政治的な意志がありました。ワシレフスキーは作戦命令を出しました。87狙撃軍団という部隊も存在しました。アメリカから供与された艦艇もありました。つまり、計画を構成する要素はある程度揃っていたように見えます。それでも、作戦は実現しませんでした。なぜでしょうか。それぞれの要素が同じ速度で動いていなかったからです。政治は戦争が終わる前に北海道北部を確保したいと考えました。参謀本部は短期間で複数の地域を占領するよう命じました。しかし、海軍の輸送能力は政治と参謀本部が求める速度に追いつきませんでした。港湾の能力も地図に描かれた作戦を支える規模ではありませんでした。つまり、北海道振興計画の本当の問題は、振興する意思がなかったことではありません。意思と能力の間に大きな距離があったことです。これはソ連だけの問題ではありません。国家や巨大組織では、上層部が目標を決め、現場へ命令を出します。しかし、命令を受けた現場には、人員、予算、時間、技術、物流といった制約があります。上層部から見れば、北海道は地図上の一つの地域です。参謀本部から見れば、87狙撃軍団を移動させる作戦目標です。しかし、艦隊から見れば、北海道は何万人もの兵士と数千トンの物資を海を越えて運び続けなければならない輸送問題でした。港湾担当者から見れば、船をどこへ接岸させ、どれだけの速度で荷物を下ろせるかという作業問題です。同じ北海道振興でも、立場によって見えているものが違います。政治は戦後の地図を見ていました。参謀本部は作戦予定表を見ていました。艦隊は潜伏と燃料を見ていました。現場は潮流、岸壁、通信、二駅時間を見ていました。この視点のズレが計画を脆くしました。スターリンの要求が間違っていたから失敗したのではありません。ワシレフスキーが無能だったからでもありません。ユマシェフが消極的だったからでもありません。それぞれが異なる制約の中で異なる問題を解こうとしていたのです。そして最後には最も地味な制約が勝ちました。運べる兵士の数、積み込める物資の量、港へ到着するまでの時間、荷物を下ろす速度、補給線を守れる期間。北海道を分断するという大きな政治構想は、こうした小さな数字によって止められました。最初の問いへ戻りましょう。満州で関東軍を短期間で崩壊させたソ連軍は、なぜ北海道を占領しなかったのでしょうか。ソ連軍に意志がなかったからではありません。スターリンは北海道北部を要求していました。ワシレフスキーは87狙撃軍団の輸送を命じていました。
北海道侵攻は政治構想から作戦準備の段階まで進んでいました。しかし、計画が存在することと、その計画を実現できることは同じではありません。ソ連が保有していた主力揚陸艇 LCI は30隻。理論上、一度に運べる兵士は約5640名でした。2個師団を運ぶには足りません。兵士だけでなく、火砲、車両、燃料、弾薬、食料を運べば、さらに複数回の輸送が必要になります。シュムシュ島では約8800名を64隻で運びながら、潮流、岸砲、通信、火力支援の問題によって大きな損害を出しました。留萌港には重装備師団を短時間で受け入れる能力の限界がありました。北海道には日本軍部隊が存在し、上陸後の進撃を遅らせる可能性がありました。そしてトルーマンは北海道へのソ連進出を拒否しました。その背後では第三艦隊とイギリス太平洋艦隊が日本近海に展開していました。北海道侵攻を止めたのは誰か一人ではありません。シュムシュ島だけでもありません。原爆だけでもありません。トルーマンの一通の返答だけでもありません。北海道を分断から遠ざけたのは複数の制約が重なった結果でした。そしてその中でも最も根本的だったのが輸送能力と時間です。ソ連軍は陸上で強大でした。しかしその強さを海の向こうへ運ぶ仕組みが不足していました。ここにこの歴史の最大の皮肉があります。ソ連は北海道を占領する政治的な機会を見つけました。しかしその機会をつかむために必要な軍事的準備が整っていませんでした。一方、十分な準備を整えるまで待てばアメリカ軍の占領が始まり、政治的な機会そのものが消えてしまいます。急げば兵力と物資が足りない。待てば時間が足りない。北海道侵攻計画はこの解けないジレンマの中にありました。地図の上では北海道は一本の線で分けられかけていました。しかし現実の海の上ではその線を運ぶだけの船が足りませんでした。戦争の最後に勝敗を決めるものは必ずしも勇気や思想ではありません。どれだけ運べるか、どれだけ続けられるか、どれだけ早く動けるか、そして政治が求める目標と現場が持つ能力が一致しているか。北海道を分断しかけたのは米ソの意志でした。しかしその分断を幻に終わらせたもの、それは潜伏と時間だったのです。